よし、濱家です。今日はですね、風の日の漁、どうやるのか、いつば飛んだけど無修正動画風で、ほぼ無修正でまたやっていきたいと思います。やっていこう。で、いつもの尺稼ぎ長靴を履いて、でもうめちゃくそね、今日2度なんですよ。めっちゃ寒いんでボテがましいやつで、いつものライフジャケットで、めちゃくちゃ泣いてるように見えるんですけど、今ね、こう西風がめっちゃ吹いてて、うちんとこはね、こうあの山とかで影になっててだいぶマシなんですけど、もう本当にそこらしか網がやれない感じです。でもう漁はこっちの影側にね、大概風の日はやるって感じですね。で、今日はですね、網1枚とアナゴカゴ、やりたいと思います。網2枚もね、やる場所がないんですよね。で、アナゴカゴの餌がこちら、サンマですね。サンマ、このサンマをこうやって地面に打ち付けて、で分解していきます。もう冬なんでね、溶かすのめっちゃ時間かかるんですよ。これが一番早くて手っ取り早い。OK で、これをカゴに積んで、で船に乗り込みます。よいしょよいしょ、危なっ、よいしょ、あ、こっちだ。ほんでこれがカゴと網ですね。ほんでこちらのカゴをね、10個ずつ分けます。で、一旦分けて、何をするかというと、イワシをこうやって中に入れていきます。こうやって先に入れとくと、やるときにね、少々風が吹いとってももう蓋を閉めるだけなんで楽ちんですね。今危うく楽ちんこで忘れてたんですけど、こうやってポキッとね折ってあげると、よりイワシの入りがいい。イワシじゃないわ、何やったっけ、アナゴだよ。で、20個いったらこうやって重ねて口を閉じます。で、アナゴカゴはですね、こうやって海に入るんですけれども、こう餌が中にあって、アナゴがニョロニョロっとね、この中に入るんですよ。入るとこのど真ん中だし、こういう網が邪魔で出れなくなる、そういうね仕掛けのカゴになります。これ1個2000何本ぐらいします。で、結構この20個で4万ぐらいするのかな。結構高い。はい、じゃあエンジンかけていきます。かかった。で、冬なんでしばらく暖気運転します。はい、じゃあ出港していきます。2人が初めて出会う。わ、ほらすっごい風、めっちゃもう船が吹かれちゃう。で、風がこう来てるんで、向こうの影側やります。で、風なんでこの木はやっていきます。よし、じゃあここらからやっていこう。ちょっと深めにやろうかな。じゃあここらやっていきます。こちらの受けをまず入れてですね、よいしょ。で、さっき作ったこれもう入れちゃいます。ほんでバックで、バックしてその間に作ると。なんでか餌が入ってねえ。餌の入りなし、はい、餌の入ってないはよくある。で、こうピーンと張ったら入れていく。また作って、あー、風ごっつい。おお、吹ける。まあ、操縦もねやっぱ難しいんですよ。風にすぐ流されちゃうんで。まあ僕は人間には流されませんけどよ、世間にはか。自分の好きなことをして好きなように生きて、まあわがままに生きるわけじゃないんですけどね。で、アナゴカゴはひっくり返ると入りが悪いんで、ちゃんと、ひっくり返らないようにやっていきます。で、アナゴカゴもね、僕らの地域20個までしかやれなくて、本当はね、まあ40個ぐらいはやりたいんですけど、なんとかならんもんですかね。はい、でラストです。じゃあラスハイ入れていきます。ロン。よし、ほんで最後に丼入れたらアナゴカゴは OK。
はい、じゃあ次は網をやっていきます。網もねこっちに影がある、言うたら穴子かごの沖側ですね、やっていきたいと思います。で昨日というか今朝ねここの網食った時にめちゃくちゃ予想外にヒラメがいたんですよ。だから今回もヒラメが取れたらいいなと思ってやっていきます。で網の目はちょっと広めのやつですね。じゃあこちらの旗入れて、旗元広です。で下がっていきます。でこちら鉛重りですね。でこれ入れて網を入れていきます。で網もね見た目以上に本当もつれやすいんですよ。まあもつれやすいということはただ魚のかかりはいいと言えるんじゃないでしょうか。破れちゃった。でこんな感じでもつれるのを直しながら網をやっていきます。うお、こんな感じ。わお、やっぱ風の日はねもうやれるとこが限定してるんで、もうほんまにほとんどいないと思うけど、無修正で見ていこう。無修正好きだから僕、まあ、中には無修正がやっぱ嫌な人もいるんですよ。なんか生々しいとかって言ってね量の話ですから。はい、じゃあそろそろ終わりですね。鼻水が無限に出るわ。まあ無限には出ないんですけどよほほほ。で網やりができたら鉛ですね、これをドボーンと入れて、で紐旗をポイと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 OK じゃあ帰りたいと思います。で網は明日の朝食って、穴子かごは夜中に繰り行きます。じゃあ帰ろう。疲れた。風はしんどい。はい、じゃあ夜になり港の方へやってきました。めちゃくちゃ風吹いてるしめちゃくちゃ寒いんですけど、早速行きたいと思います。はい、じゃあ受けんとこ来たんで受け上げていきます。めちゃくちゃ寒いで、穴子かごってね、穴子かごという名前はついてるんですけど、こう穴子だけじゃなくてタコとかも取れたりしますね。でおじいさんが昔やってた時は穴子の筒とかもあったんですけれども、今はもう穴子かごしかその許可がなくてできなくて、で穴子かごだけとなります。で20個までしかやれないんで、20個だけね入れております。19個かもしれない。で1個目やってきました。スカタンポンタンです。餌も入ってない。で食った穴子かごはこうやって重ねていきます。でこういう人手とかも入ってます。じゃあ2個目ですね。もう息が見てこれめっちゃ白いまるでわからん。さあ2個目上げていきましょう。あと2個目の穴子もスカです。どうしよう。この話でつなぐしかないんだよね。ほぼ無修正でやってるつもりだから、まあ、どうせならいる時に無修正にしろよっていう話なんですけど、まあ、いる時だとね、いる時というか、まあ、昨日も言ったように風だからやっぱりこのいつでもいるっていうか、よく取れるところにやれないんですよ。風の時はもうこの影にしかやることができなくてですね、まあ、やるよりは やらないよりはやった方がいいだろうと。まあ、それはなぜかっていうと、やっぱ穴子って、ここはあんまいないんですけど、まあ、穴子同行よりそのタコが1匹でも入ればそれだけで、数千円にはなるので、まあ、タコも来たらいいなと思いつつ穴子かごを今日入れてみました。で3つ目もスカです。一体どうしたことでしょう手が冷たくて、もうなんていうの、この穴子かごのこのね、これをね自分で外さないといけないんですけど、これが結構硬くて痛いの。まあそんな感じのどうでもいい話をしつつですね、食っていきたいと思います。そして4つ目、なんと穴子が入ってました。いい穴子ちゃんですね。ほらほら、
これぐらいの穴子が一番ねいいサイズです。でこれを生かします。で中にはヒラメが入ってるんですけど、そこにポイッと続きやっていきます。次5個目。網くりと違ってこっちの無修正はちょっとロープくるだけだからなんか面白くないかな。カゴが来るまでもしかしたら無修正と言いつつ普通に飛ばしてるかもしれません。でこうやってロープが前に行くとですね、船を自分で前にやってこうやって操縦しながらカゴのとこやっていきます。無理やりカゴを来るとですね、カゴが破れちゃったりするので、カゴも1個昨日言ったように2,3000円じゃないな、2500円ぐらいするんですよ。だから無駄にしないように、道具はねある程度大切にするんだけど効率も重視してやっていきたいと思います。よし、ほんで何個目、もう1匹、5個目かな。また1匹いました。生かしていきます。さあ特に話すことはありませんが、次のカゴを食っていきましょう。重たいですよ。こんななんかね重たい時タコが入ってる可能性高いです。重い。ほらやっぱりおっしゃタコ入っとる。最高、なかなかのサイズです。でこうやってね玉ねぎ袋を用意して、でこの玉ねぎ袋にタコを入れるんですよ。なんでかっていうと、玉ねぎ袋に入れないとねタコって結構賢いんですぐ脱走しちゃう。ほらタコこちらすぐ張り付くんで、もうピャッと取ったらピャッとねこうやって袋に入れて、で袋の口をこうくるっと縛ってこう閉めて、で空間がねやっぱ広くないとダメなんで、なるべく端の方でこうくくってあげる。そしたらこういう感じで広い空間で、この快適住まいでまた生かしておきます。いやータコだけで穴子数匹分数十匹分のね10匹分ぐらいの、価値はあるので嬉しい。タコ壺とか、なんだろうな、そういうのができたらいいんですけど、穴子カゴが精一杯なので。また重たいな。違うことはすげえダメだった重た詐欺だった。で大体穴子カゴってロープの間隔が15メーターかな。これも人によるんですけど、僕は15メーターぐらいの間隔でやってて、でその間隔にこの穴子カゴがあります。でこれね遠すぎてもダメだし、遠すぎてもダメってことはないんですけど、遠すぎてもあんま良くないし、近すぎてもね例えば10メーターの空間の中に穴子が5匹しかいないとして、そこに穴子カゴ6個も入れても無駄じゃないですか。だから10メーターの間に1個、生息域に1個ずつ入れるようなイメージで、入れております。で僕は本当はもっと離した方がいいと思ったんですけど、ちょっとね来るのが大変なんで、15メーターぐらいで僕はやっております。そんな感じですね。人によりはもっと長いと思いますし、で穴子が、残念ながら全然入っておりません。さあどんどん食っていく。もうなんかねいろいろべちゃくちゃやってる間にほぼ半分ぐらいくれたかな。でこうやってるのは土でカゴが汚れてるのでこうやって洗います。やっぱ皆さんもお家ってね綺麗な方がいいじゃないですか。で穴子カゴタコカゴ同様でお家が汚いとねやっぱ入らないんですよ。長い間海の間につけておくとどんどん汚れていって、でその汚れるとやっぱり入りが悪いのできれいにします。どうにかね。でこういう小さい穴子はリリースします。これはリリース。つかめない。よし。こういったね小さいことの積み重ねがやっぱ大事ですね。で取る漁師さんもいるんですけど、僕はやっぱこういうの取ってると絶対いなくなると思うんで、絶対ね小さいのは取らずにリリースするようにしてます。だってね海のあれなんて資源なんてね、もうこんなちっちゃい海だからなおさらですけど、もう決まってるんだから。おまけにあんな小さいに取ったところで安いんですよ。あんな細いから。でもねやっぱ昔の人の考え方というか、何でも取らないお金にならんとか、取った順
取ったもん勝ち取ったもん勝ちとかね言うじゃないですか。あれ良くないです。あれはね改めましょう。まあ実際取ったもん勝ちになってたその昔の漁の仕組みっていう、まあ今もそうかもしれないですけどね、漁の仕組みがね良くないと思う。それで流されて沖の方行っちゃったんですよね。で沖の方行くとやっぱりこう穴子の入りが悪い。で昔は沖の方の本当ど中もうでも穴子はいくらでも入ってたそうで、まあそれすごいなと思います小学生並みのあれしか言えませんけどはい、というわけでなんとねちょっと大きめの穴子が来ました。これぐらいになるとデンスケベースケって言って、まあ、太い穴子のことを指します。で冬の大穴子太穴子はめっちゃね脂乗ってますよ。穴子来た。まあちょっと細いけどこれならまだいけるな。でも今日どうせ穴子少ないからたまらないんで逃がします。よいしょ OK。 さあ残りもあと2個か3個になりました。このままでは本当2000円3000円あるなしぐらいしか取れてないですね。でまたからダメですね。多分最後の1個です。さあ最後の1個来るのか入ってるのか頼む。ドラマじゃねえから、これがリアルだからリアルなんてこんなもんです。昨日はね穴子がまあまあとタコも6つぐらいいたんですよ。だからめちゃくちゃ良かったんでちょっとカメラ回したんですけど、僕の動画本当カメラ回すとダメなんですよね。で穴子かごはくれました。で帰って寝て明るくなったら、網の方今度繰り行きたいと思います。網は、どうなるかですね。じゃあおやすみ。はい、というわけで朝になりました。めっちゃ寒いです。で現在気温が1度ですね。じゃあ朝になったんで網繰り行きたいと思います。じゃあ行こう。寒い。はい、じゃあ旗が見えてきたので上げていきたいと思います。で昨日と一緒で風が西から吹いてるんですけれども、で網がこう西から東向けてやってます。で西から食った方が風上からなんでこう流れながら食れるんで楽いんですけど、魚外す時に弱りますが、今回風上の方から食っていきたいと思います。じゃあ船を回して、旗のところに行きます。これもねうまくやらないと取れないですからね。で船の左手側に持ってきて、網を上げていきます。よいしょ。まずこちらの旗、旗はですね旗がついとって下に重りがついてます。こうしないと旗が自立しないのでそんな感じでつけてます。さあ網を食っていきましょう。旗を置きまして、果たして魚はかかっているのか、いつものセリフを言ったところで網を上げていきます。でもう100万回言ってるんですが、なんだろうな言葉が出てこないや。網で風で流れてるんでこうやって寄っていきます。で何回も言ってるんですけど、風の日はねこういう限定的な場所しかやれないので、そんなに魚もいないと思います。いないと思うんですが、このね網は目が大きいやつなので来たら大物ヒラメがかかっている可能性が非常に高い。で最初そんないっぱい来るわけじゃないんですけれども、このいない時間も皆さんに楽しんでいただけたらなと思いますって言ってる間に1匹目やってきました。こちらヒラメ、ヒラメ2匹、ヒラメとカレイですね。はい、こちらヒラメとカレイ、ただねカレイはもう産卵が終わって非常に痩せております。で前まで取ってたんですけど、こちらのヒラメはしっかりとリリースしてね、産卵終わってないんですけどもうガリガリなんでちゃんと卵を産んでもらって、次の命につながればなと思います。でこんな感じでヒラメが外せたら、こちら、海の方にリリースですね。ヒラメはリリース、ヒラメじゃないカレイはリリースで、こちらのヒラメももう目から抜けるサイズなので目から抜いていきます。で目から抜けるサイズということはどういうことかというと、放流サイズということになりますので、放流していきたいと思います。別にこの網の目合いがね抜けるから放流サイズっていうわけじゃないんですけど、小さいヒラメを取ったってねしゃあないのでちゃんと大きくなって、取りましょう。こちらもリリース。よいしょ。大きくなって帰ってこいよ。
さあそうこう話している間に、こういう時もねひたすら風によって船がどんどん流れていきます。船が流れているのでなるべく早めにねやっていきたいと思います。で、なんだ、小さいヒラメがすげえいっぱい来てるな。小さいヒラメとタイゴですね。ヒラメとタイゴで、ちょっと船が流れてるんで、そのままこちらはこちらで網を繰らしていただきます。で、こういうねゴミがかかってくるんですけど、ゴミは外しておかないと網やるときに、で今逆巻きですね、網やるときにあれしちゃうんですよ。引っかかってやれないので、しっかりゴミは外します。でここらはゴミがそんな多くないので、よそと違ってですね、外しながらもう来ることができます。よそは網を食って、で帰ってきてから網をね、なんかこういう木の棒があって、そこに繰り返してゴミを外しながらきれいにカゴに食ってですね、でまた網をやるという大変な作業がありますが、ゴミが少ない、塩が少ない、魚も少ない、ここら辺ではこのやり方でいけます。先にちょっとね魚また外していきたいと思います。めちゃくちゃ寒くて本当に凍えちゃう。でタイゴ外しました。タイゴもちろんリリースですね。こちらタイゴポチャンと。で大物がかかってくるってちょっと言っちゃったんですけど、小さいのもねやっぱかかってはきます。かかってくるんですけど、個体数は少ない。でより小さい目でやるとこういうのがすごい多く来ると思いますが、取っても仕方ないのでリリースですね。仕方ないっていうか、売れるには売れるんですよ。売れるんだけども、取っても安いのでリリース。安いんじゃないわ、しっかりね資源保護やっていかないと。ほらどんどんね網がこう、網というか船が吹かれちゃって、でこのままではくれないので、船を網の方に寄せてあげる。寄せてあげながら来るという作業が必要です。本当は運転手の人がね1人いたら、結構楽ちんなんですけれども、そうこうしている間にまた彼が来た。でちょっと流れちゃうんで、一旦網食っていきます。寒いですね。で最近乾燥もすごくて、皆さんこういうことありませんか？目が覚めた時にめちゃくちゃ喉が渇いてて痛い時で、そういう時に喉が痛くて寝れないで、このまま寝ようかなっていう時なのか、一旦起きて水を飲むタイプなのか、皆さんどっち派でしょうか？私はですね、一旦起きて水を飲む派です。でそのまま水飲んで目が覚めちゃって寝れないタイプですね。で今日も僕3時か4時ぐらいにその現象が起こって、結局寝れずにそこから起きております。いや、ヒラメがねパラパラとは来るんですけど、全部小さいヒラメですね。じゃあちょっと、同じ景色ばっかりもあれですから、見え方変えていきましょう。はい、ではこちら前からのアングルに切り替わりました。さあどんどん網を上げていきます。こんな感じで来ないと言ったので、未だに売れる、こんだけ魚は来たんですけど、売れるものはまだ1匹も来てないという状況ですね。前回の無修正動画が結構好評だったので、今回やってるんですけど、やっぱりね魚がいないと喋ることもなくなってしまいますが、ちょっと黙りましょうか。さあ網アングル、まさかのタコが来た。タコもねこうやって袋状になってるので入ってくる、かかっちゃうんですね。いいタコだ。タコだ。タコめちゃくちゃ相場いいですよ。これだけでほんと数千円します。皆さんが買われる頃には足1本ね何百円とかってしますよね。ただこの外国産じゃない本当日本のタコでたこ焼きするとめちゃくちゃうまいんですよ。吸盤に引っかかって取れない。無限に取れない。こう自分で足を入れていきますからね、こいつ網の中に。よいしょ。よし、取れたか。取れた。よし。でこの船の前にですね、この緑の袋があるので、この緑の袋にドシャッと入れて、で口閉じてくくります。これさっきのアナゴカゴと一緒ですね。よいしょ。はい、こんな感じで、こちら池間の中へ生かしておきます。でちょっと魚がね死んじゃうといけないんで、魚を先に網から外しておきますね。
それにしても凍てつく寒さでございます冬はね、ほんまなんだろう、漁業ってもう取るのも、魚が少ないんであんまり行けなかったりするんですけども、それよりね、この寒さを耐えることが仕事という認識といいますか、僕の中ではもう寒さも含め仕事みたいな、そんな感じですね。で、見てください、今のね彼はいっぱい白子、これで交尾して、いっぱい次の子供をね産むという、そんな感じです。人間と一緒ですね。で、僕末端冷え性でね、手がめちゃくちゃ痛い。はい、で最後のカレイが外せましたら、また繰り進めていきます。いやー、一向にね大きいものが来ないですね。あれ、網がねじったかな。これ網ねじってくるとね、またずっとねじることになるんで、そこだけ注意ですね。こういう時は網を直しながら繰ります。網がかぶってるだけの可能性もあるので、こうやって網をめくりめくり、日めくりカレンダーのようにやっていきます。あ、治った。あ、治った治った。網のネジが治りました。さあ、網のネジは治ったんですが、魚がいない。私の頭のネジはねじったままでございます。ネジ、今日はダメだ、トークのキレが悪い。こんな時は黙って網をくること、それが一番いいのかもしれない。今のところ売れるのはタコだけといったところですね。あとは全部逃がしたんですけども、逆巻きしちゃった。で、メバルとかもね、冬産卵して、今12月の終わりなんですけど、冬になるとお腹パンパンになります。で、産卵して、でもうガリガリになります。で、そんなメバルは取っても仕方ないし、当然ね取るのは良くないので、取らないようにしてます。だから本当冬取るもんがないんですよね。穴子ともうヒラメがおったら嬉しいなっていうぐらいで、だから去年も結構冬は仕入れさせてもらって撮影をした記憶があります。さあ、無駄話ばっかりで全然魚が来ないです。昨日ね6、7匹、昨日も大体似たようなとこやったんですけど、6、7匹ヒラメのエイが来て、で今池間に入ってるんで、後からちょっとお見せするので、ぜひねチャンネルはそのままでつなげておいていただきたいと思いますが、こんなに魚が来なかったらね、もう来ないから次の見ちゃおうってなっちゃいますね。僕だったらそうなりますよ。そしてまたこちらアマテガレイですね。最近まではすっごい相場良かったんですけど、もうこの間持ってったら700円とかでした。もう痩せてきてるんで仕方ないし、僕ももう取らないようにしたいと思います。はあ、流れる、ごっつ流れる。本当どれぐらい流れるかっていうと、もう皆さんお風呂にアヒルのあれ浮かべたことはありませんか？あれ浮かべて風でね、自分の口でヒューとかって言ったらすぐ流れちゃうじゃないですか。そんな感じぐらい、この船っていうのもやっぱ風受けるとこが多いんで、それぐらい簡単に流れちゃうんですよ。で、毎年ねイワシが結構ここら辺寄ってくるんですけど、新しい顔カサゴですね。この磯の名もないところにカサゴがいました。で、新しい顔でもないんだけど、ただの白い人手が来たといったところでしょうか。またカサゴだ。こんな何もない川のほとりというかへりというかにカサゴがいますね。何もいないわ。網はこんな感じで上がっております。で、海の中でこの網が立ててるのをイメージしてもらえたらいいですね。別に網が動くわけではなくて、網の方に魚がやってくると。ちょっと小増しなヒラメですね。ちょっと小増しぐらい。これだったら売ってもいいかな。逃がすけど。で、こちらガンゾウビラメです。ガンゾウビラメ、干したらうまいやつ。さあ、本当に魚がいないのでカメラのアングルを変えるしか、ありません。無修正と言ったんですが、多分大幅修正が加わることでしょう。
いかにね冬の漁が厳しいかというのをね分かっていただけるかと思います。風がよく吹くから魚がいないとこしか網がやれないことが多い。それから寒い、もう寒い。ただうち昔ながらの学校に置いてあったような丸ストーブをね最近買いました。あれがやっぱりねすごいぬくいんですけど、灯油を入れるのがめんどくさくて最近は使用しておらず、もっぱらトースターじゃなくてヒーターを使っておりますなんだこの話は俺は一体何を言ってるんだ。魚が来なさすぎてすることがない、することがないのでまた夕日を撮っております夕日しか朝日スーパー。お、ちょっとマシなヒラメだ。これだったら売ってもええな。30センチ超えてるぐらいで、今潮もとろいんで本当はねいいとこやりたいんですけど、なんせこの風で潮がいいとこ風がめっちゃ当たろう。よっしゃよっしゃ、タコが逃げ寄ったところなんとかキャッチしました。でちょっとクランといかんので先に池間入れときます。よいしょ、やったー、タコでタコって本当逃げるんですよね。でさっきの全然袋に入ってなくてもうちょっとで逃げられるとこでしたけど、もうあれだけで数千円お金だと思って。皆さんお金がもし風で飛んでったらどうしますか。もう絶対に飛ばないように捕まえますよね。それと一緒なんですよ。当然やっぱ仕事でやってるんでお金とも思うし、で毎回思うのがうまそうだなって思う。で食いたいなって思うんだけどするんしんどいなって、やっぱ漁行って疲れてね。でそんな時は誰か作ってくれる人がいたらすごくありがたいと、そういった感じでございましょうか。タコが来たことによってまたちょっと元気が出てきました。網も赤に切り替わりました。でこの赤い網の方が目がさらにね粗いんですよ。だからもしヒラメが来たらこっちはね本当に大きなヒラメが来ると思いますけども、来ません来ません取れなさすぎてついに黙るという選択をしました私。もう来た。ちょっとマシなタイ。ただ外せない。こんな感じ。おいちょっとほらさあ船が風で流れちゃうんで食っていきましょう。大田君レンズは大丈夫でしょうか。はい。でこんな感じで海の上だからもうどうしてもねレンズに塩っ気が飛んじゃうんですよ。そうすると皆さんにいい映像がお届けできないということで、常にそこらタイもなんか最近ちょっと安いんですよ。今のタイって冬になってめちゃくちゃ美味しいはずなんですけど、まあタイもね食べる文化というのがどんどん減ってる。魚を食べる文化というのがそもそもどんどん減ってるんでしょうか。こうやってこういう活動を通じて魚を食べ、時の流れに身を任せ。おいやっぱカレーも特大よ。ほら特大カレー、特大カレーライス。カレーライス好き何の話やねん。さあ網もあとちょっと。終わった。うわこれ取れ高なさすぎる。二重の意味で2つの意味で取れ高なさすぎる。さあそしたら旗上げて、これで網くりは取りは終了です。はい、じゃあタイ外すとこだけ見ていきましょう。でこの子めちゃくちゃね深く絡んでますね。で毎回説明してるんですが、こうやって空間を探していきます。でその間も風に吹かれて寒いで空間が見つからない時はこういう網側にね、ほらこんな空間が、これで一気に 2枚ぐらいはぐれます。寒い。よいしょ。とりあえず頭とかヒレとかいろいろかかってるとこ外していきます。よいしょ。よいしょ。
これでだいぶむけたな。ほら、これでだいぶむけました。で次に、こういう泡とかね、もうもつれてるの直しちゃいましょう。でこちらの一番上の空間から入り口はどこだと探っていきます。ここにちょっとあったな。あれ、でここ入り口があって、入り口のとこタグってなんぼの商売だ。お尻かじり虫、お尻かじり虫。あら遠いな、入り口が遠い。だいたい阿波か岩の高度の方まで入り口があって、これでようやく入り口の阿波に到着しました。でこっちの方から手繰り寄せるとここに空間があって、これでまた一皮むけましたね。ちょっと破れちゃった。よいしょ。よっ、これであとかぶってんのが2枚かな。よいしょ。めちゃくちゃ網は時間かかるんですよね、こうやって。でこれもう目から抜けるかな。このサイズだと目から抜けそうですね。こっちか、サンキュー。で網の目がクソでかいんで、結構スルリと抜けます。これだったら魚も傷まないので、抜いていきましょう。はい、よいしょ。はい、こんな感じでいいタイですよ。取れました。さあ生かしていきます。で生かしていきます。多分生きる。微妙。元気。はい、じゃあ帰ってきました。こちら池間に入れたタコですね。これもくくって、でちょっと網水の中にタコつけときたいと思います。3匹今朝のと、これだけでかなりしますよ。万円はいかないけど重い。3キロある。でこちらが網水ですね。で網水にもすでにタコが3つも4つも入ってます。ここにまたタコちゃん入れて、よいしょ。これね、明日の市場で売りたいと思いますので、重たでつけていきます。綿の引きほどきパターンですね。で上1回閉じておく。よし、これで OK。 で皆さんちょっとヒラメを見せてあげましょうなんで上からやねんなんで上からやねん。さっき取ったタイですね。よいしょ。これ生きるかな。とりあえず空気抜いて、よいしょ。空気ここにお腹あるんで、こう入れるパターンとこう入れるパターンがあって、どっちで抜けるかって。こっちで抜けた。ただ生きるか微妙だな。よいしょ。微妙だな。生きるかな。生きそうだな。これはこれでいっか。で中にほら大量のヒラメがこんなに。これそのうちの1枚なんですけど、でかくね。昨日取れたやつなんですが、今日は取れなかった。とりあえず今日も漁行って、明日市場に行きたいと思います。翌日。はい、じゃあ朝の3時ぐらいですね、港の方に向かっていきます。それでは前日に、網をやるって言ったんですけど、1枚だけ仕掛けておりました。こちらもですね、風の、壁というか影になるところなんで、あんまりね魚がいないところなんですが、網を上げていきましょう。赤い網が終わって、で白い網になって、ようやくですねマシなヒラメ2キロぐらいのいいヒラメが来ました。さあこの後も続々来るのか楽しみですで網をその後も上げていっていきますんですが、一向に来る気配はありません。で結局ですね、ヒラメ1匹でした。
じゃあ市場の準備をしていきます。昨日タコとかを入れた網酢、前日分のも入ってますが、それを揚げていきます。でこちらを網水から出して、でカゴの中に入れていきます。でこの日というか、この日はですね、鮮魚ボックスが2つ頼まれてというか、売りに出しててですね、で1つは鮮魚ボックスというか、奥さんの方の実家へのお歳暮に、しました。なんで何個かちょっと分けるんですけど、市場の方に持っていきたいと思います。でヒラメとかアナゴも出していきます。でヒラメがカゴに移せたら、これをブクブクの中、酸素の入った水の中に入れていきます。酸素張ってないとですね、魚が酸欠で死んじゃうので、酸素は絶対必須です。で今締めてるのが鮮魚ボックス用のお魚ですね。ヒラメ、タコ、アナゴ、オニオコゼなどなど様々なやつを入れました。でオニオコゼは当然危険なんで、背びれをチョキチョキと切っていきます。でこれが鮮魚ボックス2つ分ですね。でブク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 。そしたら市場に到着しました。市場に到着したのが5時半なんですけど、市場って6時20分ぐらいから始まるんですよね。結構タイムロスがある。じゃあ先にアナゴを箱に立てて、箱にね立てるって言います、出すことを僕らは。でタコも立てておきます。タコもなかなか死なないんで、もう先に立てておきます。立てとかないとタコが取れてるよっていうアピールを魚屋さんにしないといけないので、タコを出しておきます。でタコが箱に立てたら、これも市場の中へ。じゃあこれ待ち時間ですね。待ち時間はもうみんなで火を囲んで食べってます。で時間が来たら急いでヒラメを出していきます。あんまり早く出すとヒラメも死んじゃうので、もう市場が始まってからぐらいですね、箱から出すのは。自分の順番との帳尻合わせてちょうどいいとこで立てていきます。でヒラメも立てたら、急いで市場の方へ担いで持っていきましょう。これが僕の分ですね。大きいヒラメと、ずっとしたヒラメでタコも3箱4箱ありました。はい、というわけで冬の漁ほぼ無修正が終わりましたけど、で市場行って帰ってきたんですがね、めちゃくちゃ今日相場良くて、前日にタコがよく取れたって言ったじゃないですか。でタコだけで結構して、で市場だけで鮮魚ボックスのけてですよ、4万8000円もありました。で鮮魚ボックスのがだいたい1万円ぐらいと考えたら、もう大方6万近くですね、売り上げがあって嬉しいです。3日分なんですけどね、そんな感じで今日の取材じゃないな、動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。またのお越しを。